フォルス、また戦闘中に読書ですか？危ないと言ったでしょ。おっと、いやルカ、今日も双剣荘で何よりだ。それはどうも。今度は何を読んでいるんです？これはソフィアの歴史について書かれた本さ。実はこの間はああいったものの、少し後悔もしているんだ。後悔？ああ、勉学の中にも戦に生かせるものはたくさんあるだろう。子供だった僕はそれに気づけなくて、もったいないことをしたと思ってさ。現にこうしてクレーベ様の副官となった今は、己の無学さに打ちひしがれる毎日だ。フォルス、私ももっと真面目に稽古を受けていればよかったと死にかけるたびに思いますよ。でも今からでもきっと遅くはありません。そうだな。その通りだ。よしルカ、見ていてくれたまえ。僕は教養も武芸も誰にも負けない騎士になってみせるよ。ええ、フォルスならきっとなれますよ。楽しみにしています。ルカ、やっと捕まえた。さあお前の女について洗いざらい吐いてもらおうか。はけと言われましても、本当にお話しするようなことは何もないんですよ。こないだも思ったけど、何その楽しくなさそうな感じ。その女のこと好きじゃないの？正直に言いますとわからないんですよ。こうして離れていても特に会いたいとも思いませんし、私は少し欠けているところがあるのかもしれませんね。クレーベやマチルダを見ていると、ああいう情熱は私の中にはないのかもしれないと思います。おいおい、まだ若いのに何言ってんの。まあちょっとはわかる気がするけど、でもさ、別にそれが悪いってことはなくない？そうでしょうか。そうだよ。クレーベ様とマチルダ様みたいな、ああいう大げさなのだけが正解ってわけでもないだろうし、お前だってそのうちその女に会いたくなるかもしれないじゃん。そうなったら会いに行けばいいんだよ。パイソン、そうですね、そうします。とっくに他の男とくっついてるかもしれないけど、そうなったら慰めてやるから、いつでも言えよ。パーッと遊びに行こうぜ。もちろんお前の金で。はい、その時はよろしくお願いします。何ですの、マチルダ様。私の顔をじっと見つめて、ご用があるなら遠慮せずにおっしゃってくださいな。ああ、すまない。用というわけでもないんだが、しばらく見ないうちに君が少し変わったように思ってな。私が？どうしてそう思われますの？この間私をいたわってくれただろ。それに以前よりもずっと周囲を見て、自分にできることはないか見極めようとしている。とても立派だよ、クレア。ずいぶん大人になったんだな。マチルダ様、そうかしら。私別に変わりませんことよ。ほら、やっぱり。以前だったら私が子供だとおっしゃるのなんて噛みつかれていたところだよ。まあそんなことありませんわ。いえ、多少はあったかもしれませんけど。マチルダ様。やあ、クレア、どうしたんだ？君から声をかけてくるなんて珍しいじゃないか。この間のお話ですけど、やっぱり少し違う気がしますの。違う？私、大人になろうとしてなったのではなくて、なってしまったのですわ、きっと。昔は騎士団で毎日お兄様とフェルナンと一緒で、大変なこともありましたけど、とても楽しかった。
私、望めば叶わないことなんてないと思ってましたわ。でも、今はもう、そうではないことを知っています。思い通りにならないことばかりで、どうしたらいいかわからなくて、それで、人の顔色ばかり見るようになったのですわ。クレア。マチルダ様のおっしゃるような、そんないいものではありません。私、こんな自分がちょっぴり嫌いですもの。それは違う、クレア。今の君は以前よりずっと素敵だ。何も恥じることはない。マチルダ様。それに望みが叶わないなんて誰が決めたんだ？確かに何もかも思い通りにはならないけれど、望んでいたのとは違う形で叶ったりもするものだ。諦めてしまうのはまだ早いんじゃないか。ありがとうございます。そうですわね。私、ちょっと弱気になっていましたわ。これではお兄様に笑われてしまいます。そうとも。大丈夫。君は必ず幸せになれる。いや、私とクレーベがきっとしてみせるさ。マチルダ様。だからこれからはもう少し仲良くしてくれると嬉しいな。それは考えておきますわ。あ、よろしく頼む。クレーベ様。どうしたんだフォルス。そんなに暗い顔をして。いつもの勢いはどこへ行ったんだ？申し訳ありません。あれから僕なりにクレーベ様のお心にかなうように試行錯誤を重ねてみたのですが、大した成果もなく行き詰まってしまいまして。試行錯誤？はい、パイソンをクレーベ様だと思って会話を試みたのですが、あいつがクレーベ様にあるまじき下品な言葉を並べ立てるので、思わず手が出て殴り合いになってしまいました。ルカが止めてくれなかったらどうなっていたことか。そうか。それは困るな。クレーベ様、今のままではダメでしょうか。あなたは僕が幼い頃から憧れてきた騎士そのものなんです。これだけ長く一緒にいるのに笑わないでほしいんですけど、お話できるだけでも舞い上がってしまって、何かと大げさになってしまうのはきっとそのせいなんです。だから。なんだ、やればできるではないか。何がでしょう？気づいてないのか？まあいい。ただ私はお前が憧れるような大したものではない。不甲斐ない姿も散々見せてきたつもりだ。そう思えばこそお前の大行な態度が気になったのだが。とんでもない。確かにソフィア城を取り戻すまで我が解放軍は何度も苦境に立たされ、もうダメかと思うこともありました。ですがそんな中でも僕たちが希望を失わずにいられたのはクレーベ様がいたからです。あなたは正しいと心から信じることができたからこそ、僕たちは死をも恐れず戦うことができた。そりゃあ今の解放軍のリーダーはアルムですが、忘れないでください。僕の仰ぎ見る旗はいつだってクレーベ様のものです。フォルス、ありがとう。私の不用意な言葉で悩ませてしまってすまなかったな。これからもお前の好きにするといい。はっ、ありがたき幸せであります。パイソン。ああ、クレーベ様。もう元気になってくれました？あの後大変だったんですから。クレーベ様が沈んでるのは俺に悪く言われたせいだって。クレア様からは槍でつっつかれるし、みんなに詰め寄られるし、ほんと勘弁してくださいよ。それはすまなかったな。だが私もあれから自分なりに考えてみたんだ。聞いてもらえないだろうか。はあ。パイソン、私は王があり貴族があり、その下に民があることこそこの国の正しい秩序ある姿だと信じてきた。いや、正直に言おう。
今でもそう信じている。たとえそれをお前が快く思わなくともだ。だがそれとお前という個人を軽んずることとは違う。貴族であろうと平民であろうと、私にとってはかけがえのない盟友だ。それだけは分かってほしい。勝手な言い分かもしれないが。真面目だなクレーベ様は。じゃあ俺も正直に言いますけど、王様だの貴族だの身分だけで楽してるくせに人を見下す奴ら嫌いです。でもクレーベ様のことも嫌いなのかって言われたらそれもちょっと違うんです。まあ苦手ではありますけど。苦手だったのか。それくらいは許してくださいよ。あなたは飢えや寒さを知らない代わりにたくさんの人の命や生活をいつも本気で守ろうとしてる。だったらそれでいいんじゃないかって思います。だって俺には絶対できないし。パイソン、あなたの全部に賛成ってわけじゃないけど、一緒に戦うのはやぶさかではないですよ。それはよかった。ありがとうパイソン。この先にどんな未来が待つのか私にもわからないが、どんな立場の者にとってもより良いものになるように、これからもどうかアルムに力を貸してやってくれ。だからこういうのが苦手なんだけどな。まあいいや。はーい。ねえシルク、エフィーさんどうしたんですか？エフィーさんが私に声をかけるなんて。最近シルク私に声をかけてくれなくなったでしょ。そしたらちょっと寂しいなって思っちゃって。ごめんね勝手で。いえいえ、そんな。私こそ寂しいと思ってもらえて嬉しいですシルクは優しいし面白いね。女の子同士のおしゃべりには興味ないけど、シルクとはしたいな。また声をかけていい？はい、いつでもどうぞ。ごきげんようアルム。やあクレア、ごきげんよう。ねえ、今日の私はいかがかしら？そりゃあもう戦の女神と見まごうばかりの大活躍だよ。さすがは社交界の花とも言われたクレア嬢だね当然ですわこれでいい？上出来でしたよ。ねえアルム、あなたはいつも通りの私が好きとおっしゃいましたけど、私もこんな風にふざけて笑い合えるあなたが好きですわ。大好きです。ありがとう。改めて言われるとなんか照れちゃうねアルム。なんだいエフィ？あのね、もうすぐこの旅もおしまいでしょ。だからアルムに言っておきたいことがあって、今言うことじゃないかもしれないけど、でも聞いてほしいの。いいよ。なんだい？あのね、私夢があるんだ。この戦いが終わったらラムの村に帰るでしょ。そしたらパンを焼いたりお花を育てたりのんびり暮らすの。そんな風にアルムと一緒に暮らしたいの。それが私の夢。エフィ？どうかな？私の夢叶うと思う？ごめんエフィ。僕はもう村には帰らない。帰れないよ。やりたいことがたくさんあるんだ。でもそれはみんながいたから、みんなとここまで来られたから見つけることができた。だからありがとうエフィ。君と一緒に旅ができて本当によかった。そう言うと思ってたよ。私もアルムと一緒で本当に楽しかった。この旅が終わったら
さよならだね、アルム。でもそれまではずっとアルムを大好きでいさせて、それくらいはいいよね。ルカ。クレーベ、何でしょうか？もうじきこの戦いも終わる。この解放軍がここまで来られたのもお前の冷静な助言があってこそだ。今の私はリーダーではないが礼を言わせてくれ。どうしたんですかいきなり。まさか以前の話を気にしているとか？どうも私は腹芸が苦手でいけないな。やはりそういったことは今後もお前に任せるとしよう。そうですね、お任せください。ようロビン、さ、なんだよ。お前さ、もしクレアがアルムでも俺でも他の男のものになったらどうする？どうするって、どうもしねえよ。そりゃあショックだけど、もともと貴族のお嬢様と平民の俺だぜ。望みがあるかもなんて夢が見られただけでも御の字だ。あっさりしてんな。そりゃここまで来りゃわかるさ。手に入らないものは入らねえよ。でも今持ってるもんはなくしたくねえな。友達とかさ。そうだな、それは俺もなくしたくねえな。だろ。さあ今日も頑張って生き残ろうぜ。おう。グレイ？なんだよ、話しかけるなって言ったのはあんたじゃねえか。そのことですけど、私言い過ぎましたわ。少しイライラしてましたの。アルムがセリカさんととても親しいということを思い知ってしまって。あんなのただの八つ当たりでしたわ。お気になさらないでくださいまし。本当にごめんなさい。できれば許していただきたいけれど、そうもいきませんわよね。でも私あなたとお話しするの楽しみでしたのよ。私を好いてくださっているからではなくて、あなたの人を傷つけないものの言い方がとても好きでしたの。それだけは信じてくださいませね。クレア。はい、何でしょう？俺やっぱりあんたが好きだよ。いきなり何ですの？だからそういうところが好きだってことさ。言っとくけどこれは真剣だぜ。はあ、これはこれでどうお答えすればいいか困りますわね。ロビン。おお、そっちから来るとは思わなかったぜ。どうせ声かけてくるんでしょ。もういいよ。これだけ言われて怒りもしないんだから。ロビンって本当お人よしだね。そうか？自分じゃよくわからねえよ。僕はそんな風にできないよ。いろんなことに腹が立つし、いろんなことが嫌でしょうがない。だからロビンを見ると惨めで腹が立つのかな。そんなの俺だって嫌なもんはいっぱいあるぜ。ただお前は友達だから嫌じゃないってだけでさ。そうなの？そうだよ。大して変わりゃしねって。まあ人って自分よりよく見えるもんだよな。俺もアルムとかグレイとか見てると落ち込んだりするぜ。いや、それは正しいんじゃない？おいごめん。クレーベ、かっこいいな。リューテにもお兄様がいるじゃありませんか。リュートもなかなか個性的で素敵ですことよ。
なんてクレーベとは月とガーゴイルくらい違うよ。それはさすがに言い過ぎではありませんの？魔導士としての知識や才能は素晴らしいじゃありませんか。それはそうなんだけど、それ以外が問題なんだよ。空気読めないし、友達いないし、世間知らずだし、魔導バカだし。ああ、僕もっと普通のお兄ちゃんが良かったな。ねえデューテ、デュートのことですけれど。お兄ちゃんがどうかした？ええ、デューテの言うことももっともだと思いましたの。確かに魔導ばかり優れていても普段があんな様子では。デューテが恥じる気持ちも分かりましたよ。まあそうなんだけどさ。でもあれでも一応みんなの役に立ちたいって本気で思ってるんだよ。そりゃクレアのお兄ちゃんみたいにかっこよくはないけど、そういうところは認めてあげてもいいんじゃないかなって。僕だって別にお兄ちゃんが嫌いなわけじゃないし。あら、そうですの。クレア、僕を騙したのね。さあ、どうでしょう。でも安心しましたわ。デューテも私と同じでお兄様が大好きですのね。私たちこれからもっと仲良くできると思いません？なんかいろいろ複雑なんだけど、でもクレアと仲良くするのは嫌じゃないよ。よかった。クレイベ。やあマチルダ、今日も惚れ惚れするような槍さばきだな。そんな、お前に比べれば私など未熟な自分が恥ずかしいほどだ。何を言うマチルダ、私の背中を預けられるのはこの世に君しかいない。さあ君のその手でこの戦いに勝機をもたらしてくれ。クレーベ。ああ、任せてくれ。お前にあだなす者の首など私が根こそぎ刈り取ってやる。頼もしいな。クレーベ。どうしたんだマチルダ、暗い顔をして。君の美しい顔が台無しだ。言いにくいのだが、先日クレアにクレーベより前に出るのはいかがなものかと言われてしまってな。確かに私としても思うところがないわけではないのだ。私たちは軍人だ。戦場で男も女もない。だが未来の妻としてお前を立てたい気持ちがあるのも本当だ。はあ、私はどうすれば。何をつまらないことを。マチルダ、私を立てようなどそんなことは考えないでくれ。私は自分自身で輝いてみせる。人の力など必要ない。そんなことよりマチルダ、君が君らしくいてくれる方が私ははるかに幸せなんだ。クレーベ。さあ今日も戦の女神のような姿を私に見せてくれないか。ああ、任せてくれ。お前が望むのなら私は鬼神にでもなろう。フォルス、お前最近ガミガミ言わないね。諦めたの？諦めたというか、お前の言うことは正直難解でよくわからん。そうか？簡単だと思うけどな。みんながみんな夢やら野望やらにガツガツしてる方が俺は嫌だね。んなもんなくったって今日の晩飯がうまけりゃ満足なのよ。そういう生き方もあるってこった。共感はしづらいが、お前がそれでいいのなら何も言うまい。ただもう少しやる気を出してくれたらこちらとしてはありがたいよ。善処しますよ副官殿。絶対嘘だ。デューテ。
おい、無視はよせ。失礼だろ。大丈夫だよ。無視するのはお兄ちゃんだけだから。全然大丈夫ではないぞ。いいかデューテ、俺は何もお前が憎くて説教しているわけでは。だったらたまには褒めてくれてもいいでしょ。僕も自分が生まれつき恵まれてるってことくらい分かってるよ。でも僕だって危険な思いして戦ってる。なのに努力して手に入れた力じゃないから自慢しちゃいけないの？それってなんかおかしくない？それは確かにその通りだ。だがそのような態度では周囲の反感を買いかねない。俺はもっとお前に愛される人間になってほしいのだ。そんなの友達もいないお兄ちゃんに言われたくないよ。人のことより自分の心配したら？デューテ、喜べ。何が？俺にも友達ができたぞ。アルムだ。俺たちは友達かと聞いたらうんと答えたからな。そこでうんって言える人の方が少ない気がするけど、まあいいや。よかったね。ああ、これで堂々とお前に人の道を解くことができるぞ。だからそういうのいらないって。お兄ちゃんってさ、お説教とか目的がないとお話ししないでしょ。だから友達ができないんだよ。そういうのなくていいから普通におしゃべりしてよ。僕お兄ちゃんともっといろんな話がしたいんだ。そうなのか。しかし普通と言われてもな。そんなの簡単だよ。ねえねえ、僕の魔法すごいでしょ。可愛いのに強くて自慢の妹でしょ。あ、そうだな。嬉しい。お兄ちゃんに褒められちゃった。もっと褒めて。かまって。これが普通なのか？